彼女が急に黙り込んでしまった時、あなたはそれを怒りだと思っていませんか？実はその沈黙、脳科学的に見れば怒りではなく、脳のシステムがシャットダウンした緊急停止信号なのです。多くの男性がこの無言のサインを機嫌が悪いと誤解し、必死に話しかけては状況を悪化させています。しかし真実は全く逆です。彼女はあなたを拒絶しているのではなく、助けを求めて叫んでいるのです。声にならない声で。もしあなたが彼女の強がりの裏にある本当の SOS を見抜けるようになれば、2人の関係は劇的に変わります。彼女にとってあなたは単なる彼氏ではなく、この世界で唯一本当の自分をさらけ出せる安全基地となるでしょう。この動画では強がりな女性が限界を迎えた時にだけ見せる弱音サインをランキング形式で10個紹介します。特に第1位のサインは人間の防衛本能の最終形態ともいえる危険な信号です。これを理解し適切に対処できる男性は正直に申し上げて 1% もいません。ですがこの動画を最後まで見終わる頃には、あなたは間違いなくその 1% の選ばれし男性になっています。それでは心の準備はいいですか？マジ恋研究所極秘の講義を始めます。第10位は自分を道化にする自虐ジョークです。想像してみてください。職場の飲み会や友人たちとの集まりの場です。彼女は中心にいて場を盛り上げています。しかしその話題は決まって自分の失敗談ばかり。私って本当にドジでさ、この前も何もないところで転んで骨折しそうになったんだよね、ウケるでしょと手を叩いて笑っています。周囲も一緒になって笑い、場は和やかな空気に包まれているように見えます。あなたも隣でこいつは本当に明るいなと微笑ましく見ているかもしれません。しかし彼女の瞳の奥をよく観察したことはありますか？口元は笑っていても目は決して笑っていない瞬間に気づいたことはあるでしょうか？これは精神分析の祖であるジークムント・フロイトが提唱した防衛規制の一つ、ユーモアによる消化です。彼女は自分の抱えている劣等感や不安、あるいは自分は価値がないのではないかという根源的な恐怖をジョークという形に変えて処理しようとしています。特に強がりな女性ほど他人に弱みを見せることを極端に恐れます。そのため他人に指摘される前に自分で自分を笑い物にすることでプライドを守ろうとするのです。私は自分のダメなところも分かっていて、それを笑える余裕がある人間なんですよというポーズを取ることで他者からの攻撃や批判を先回りして回避しているのです。この心理メカニズムが働いている時、彼女の心は孤独です。表面上の笑いとは裏腹に、内面では誰かこの演技に気づいてと叫んでいます。ここでの正解は一緒になって笑うことではありません。かといってその場で真顔になって心配することでもありません。二人きりになった帰り道やふとした瞬間にこう伝えてあげてください。いつも周りを気遣って盛り上げてるよね、お疲れ様と。彼女の自虐ではなく、その裏にある配慮やサービス精神を承認するのです。そうすることで彼女は道化としての自分ではなく、努力している自分を見てもらえたと感じ、張り詰めていた糸がふっと緩むはずです。第9位は突然のスケジュール埋め尽くしです。あなたはデートに誘おうとして彼女の予定を聞きます。すると彼女は手帳を開きながらこう言います。ごめん、今月は全部埋まってるんだ。仕事もプロジェクトが佳境だし、週末はジムと英会話と後友達との約束もあってと。一見すると彼女は充実した日々を送るキャリアウーマンのように見えます。しかしその声に張りはなく、目の下にはうっすらとクマができている。休む間もなく動き続けているのにどこか焦っているように見える。そんな違和感を覚えたことはありませんか？これは心理学でいうところの活動による逃避、あるいは相敵防衛と呼ばれる状態です。精神科医のメラニー・クラインの研究にも関連しますが、人は内面に抱えきれない不安や抑うつ的な感情があるとき、あえて忙しく振る舞うことでその感情を感じないようにする傾向があります。立ち止まってしまうと不安という波に飲み込まれてしまう恐怖があるため、ひたすら走り続けるしかないのです。つまり彼女の忙しいは充実しているのではなく、止まるのが怖いという SOS なのです。ここであなたがじゃあ空いてる日ができたら教えてとあっさり引いてしまうと、彼女はやっぱり誰も私を止めてくれないと絶望します。逆に無理するなよ
と正論を言うのも彼女の防衛本能を刺激し、私は大丈夫と反発を生むだけです。解決策は時間の隙間を縫うような差し入れです。会えなくてもいいからこれだけ渡して帰るねと、彼女の好きなスイーツやリラックスできるグッズを渡してください。言葉ではなく物に、あなたのいつでも味方だというメッセージを込めるのです。これは彼女の忙しい時間を奪わずに承認欲求と安心感を満たす高等テクニックです。第8位は条件反射の大丈夫です。例えば彼女が仕事で大きなミスをしたとします。あるいは体調が悪そうにしているとします。あなたが心配して何かあった、手伝おうかと声をかけた瞬間、彼女は食い気味に 0.1 秒の迷いもなくこう言います。全然大丈夫、平気平気と。その笑顔は完璧に作られていますが、声のトーンが半音だけ高い。あるいは視線が泳いでいる。これは認知行動療法の創始者アーロン・ベックが提唱した自動思考の一種です。彼女の中には人に迷惑をかけてはいけない、弱音を吐いてはいけないという強いスキーマ、つまり固定観念が刷り込まれています。そのため脳が大脳新皮質を使って論理的に状況を判断する前に、扁桃体が危険を察知し、反射的に大丈夫という防衛シールドを展開してしまうのです。これはもはや癖であり、本人の意思を超えた条件反射です。この大丈夫を言葉通りに受け取ってはいけません。しかし嘘つくなよと問い詰めるのも逆効果です。彼女自身も自分が無理をしていることに気づいていない場合が多いからです。ここであなたが取るべきアクションはイエス、バット法の応用です。そっか、大丈夫なんだねと一度受け止めたその上で、でも俺が力になりたいから何かあったら教えてほしいなと付け加えてください。君が弱いからではなく、俺がしたいからというスタンスを取ることで、彼女の迷惑をかけてはいけないという罪悪感を回避しながら支援の手を差し伸べることができます。第7位は深夜の哲学的ラインです。夜中の2時や3時、ふとスマホを見ると彼女から通知が来ています。内容はねえ、私たちって何のために働いてるのかなとか、もし私が明日いなくなったらどうするといった答えのない問いかけ、あるいは普段は送ってこないような長文の独り言。翌朝になるとごめん、寝ぼけてたと取り消されていることもあります。これは体内時計と脳内ホルモンの関係で説明がつきます。深夜になると論理的思考を司る前頭葉の機能が低下し、逆に感情を司る大脳辺縁系が活発になります。さらに幸福ホルモンと呼ばれるセロトニンの分泌が減少し、不安感が増大します。心理学的には自我消耗と呼ばれる状態で、日中は理性の力で抑え込んでいた不安や寂しさが夜の帳とともに溢れ出しているのです。彼女は答えが欲しいのではありません。暗闇の中で一人ぼっちであるという恐怖から逃れるために、あなたとのつながりを確認したいのです。これは生存本能レベルでのオキシトシン、愛情ホルモンへの渇望です。このサインに対して論理的な回答や真面目な説教は不要です。早く寝ろよという正論も彼女を突き放す冷たい派となります。正解はただ起きていることを共有することです。難しいこと考えてるんだね、俺もふと目が覚めたところだよと返信してください。あなたが同じ時間に同じ温度感で存在していることを知らせるだけで、彼女の脳内にはオキシトシンが分泌され、安心感に包まれて眠りにつくことができます。第6位は別れのシミュレーションです。デート中、彼女が唐突にこんなことを聞いてくることはありませんか？ねえ、もし私がすごく太ったら嫌いになるとか、もし他に好きな人ができたら正直に言ってねといったネガティブなもしも話です。幸せなはずの瞬間になぜわざわざ不吉な話をするのか、理解に苦しむ男性も多いでしょう。これは愛着理論における不安型愛着スタイルの表れです。ジョン・ボールビーの研究によれば、愛着に不安を抱える人は関係が良好であればあるほど、この幸せはいずれ壊れるのではないかという良き不安に襲われます。そして最悪の事態を自ら口にすることで、相手からそんなことないよと否定してもらい、安心感を得ようとするのです。これを再確認行動と呼びます。彼女はあなたを試しているのではなく、自分の中に湧き上がる見捨てられ不安と戦っているのです。
この問いに対してそんなことあるわけないだろと軽く流したり、面倒くさいなと顔に出したりするのは禁物です。彼女にとってこれは死活問題だからです。ここで必要なのは論理の否定ではなく感情の肯定です。太ったら嫌いになるかと聞かれたら、太ったとしても君の中身が好きなんだから変わらないよと、彼女の存在そのものを肯定する言葉を返してください。彼女が欲しているのは条件付きの愛ではなく無条件の需要なのです。さて、ここで少しブレイクです。あなたの恋愛運を引き上げるちょっとした心理テクニックをお伝えします。この動画のコメント欄に私は彼女の安全基地になると書き込んでみてください。心理学では宣言効果といって、目標を文字にして公言することで無意識がその行動を取ろうと働き始めます。あなたの決意を言葉にすることで脳が頼れる男モードに切り替わります。ぜひ今すぐ書き込んでみてください。第5位は物理的距離のパラドックスです。2人でソファに座っている時、彼女が妙に端の方に座っている。あるいは並んで歩いている時、いつもより少し距離が空いている。一見すると避けられているように感じるかもしれません。しかし彼女の視線や体の向きをよく見てください。距離を取りながらも体はあなたの方を向いていたり、ちらちらとこちらを見ていたりしませんか？これは文化人類学者エドワード・ T ・ホールが提唱したプロクセミックス近接学の観点から読み解けます。人は不安やストレスを感じている時、自分の身を守るためにパーソナルスペースを広げようとします。しかし同時に愛着対象であるあなたに近づきたいという欲求も持っています。この近づきたいけど傷つくのが怖いという葛藤が微妙な距離感として現れているのです。山嵐のジレンマのように、近づきすぎると互いの針で傷つくことを恐れている状態です。ここで無理やり距離を詰めると、彼女は恐怖を感じて逃げてしまいます。逆に嫌われたと勘違いしてあなたも距離を取れば、彼女の孤独感は決定的なものになります。解決策は非言語的なアプローチです。言葉でこっちおいでよというのではなく、彼女の隣に飲み物をそっと置いたり、軽く背中に触れたりして、僕はここにいるよ、害はないよというサインを体で発信してください。野生動物を手なずけるようにゆっくりと時間をかけて、彼女が自ら距離を縮めてくるのを待つのです。第4位は他者への過剰な攻撃性です。彼女が最近職場の同僚や友人に対してやたらと批判的になっていることはありませんか？あの子いつも泣いてばかりでイライラするとか、もっと強く生きられないのかなといった具合に、他人の弱さに対して攻撃的な言葉を吐く場合です。聞いていて気分の良いものではありませんが、これは彼女の性格が悪くなったわけではありません。これは分析心理学の創始者カール・グスタフ・ユングが提唱したシャドウ・影の投影です。彼女は自分の中にある弱さや依存心を認めることができず、それを無意識のうちに他人に投影して攻撃しているのです。つまり彼女が弱くて泣いている同僚を批判するとき、実は弱音を吐きたいけれど吐けない自分自身を批判しているのです。自分の中に押し殺したインナーチャイルドが他人の姿を借りて暴れている状態と言えます。この時、そんな言い方良くないよと諭すのは、彼女のシャドウを刺激しあなたへの攻撃を招くだけです。ここでは共感の方向を少し変えてみましょう。その同僚を見てるとイライラするんだねと感情を受け止めたその上で、もしかして君自身も最近無理して頑張りすぎてるんじゃないと優しく問いかけてみてください。彼女が攻撃している他人の弱さを彼女自身の頑張りへのねぎらいに変換してあげるのです。図星を突かれた彼女はハッとして肩の荷を下ろすかもしれません。ここから先はいよいよトップ3本能の領域に入ります。ここまでのサインとは異なり、一見するとわがままや理不尽に見える行動の中に強烈な SOS が隠されています。心の準備はいいですか？第3位は唐突な自立宣言です。今まで普通に頼ってくれていた彼女が急にこれからは全部一人でやるからとか、もう甘えるのはやめると言い出すことがあります。重い荷物を持とうとしても大丈夫持てるからと拒否し、あなたの助けを頑なに断るようになります。これは自立心が芽生えたのではなく、心理学でいう反動形成の可能性が高いです。反動形成とは抑圧された欲求と正反対の行動をとる防衛規制です。
本当はあなたに依存したい、甘えたいという欲求が強くなりすぎて、それが受け入れられないことへの恐怖から、最初から誰も必要ないという極端な態度を取ることで自分を守ろうとしているのです。期待して裏切られるくらいなら最初から期待しないという悲しい防衛策です。この時多くの男性は「あっそう、じゃあ勝手にすれば」と突き放してしまいますが、それは彼女が最も恐れている見捨てられる結末を証明することになってしまいます。彼女が一人でやると言った時こそ、君が一人でできるのは知ってるよ、すごいと思ってる、でも二人でやった方が楽しいし俺が手伝いたいんだと伝えてください。彼女の能力を否定せず、あくまでチームとしての関わりを提案するのです。これにより彼女のプライドを守りながら孤独の殻を破ることができます。第2位は幼児対抗的なわがままです。普段はしっかり者の彼女が些細なことで泣き出したり理不尽な要求をしてきたりする瞬間です。例えばアイスクリームの種類を間違えただけでこれじゃないと不機嫌になったり、今すぐ会いに来てと無理難題を言ったり、まるで子供のような振る舞いにあなたは困惑し、時にはイラッとするかもしれません。しかしこれは心理学における対抗という現象です。精神的なストレスが限界に達した時、人はより早期の発達段階に戻り、守られていた子供時代の行動をとることで精神のバランスを保とうとします。重要なのはこの対抗は心を許した相手にしか見せないということです。彼女はあなたの前でだけ社会的な仮面を外し、無防備な子供に戻っているのです。つまりこれは最高レベルの信頼の証であり、私を無条件で愛してという切実な SOS なのです。ここで論理的に説得しようとしたり大人げないと叱ったりするのは、泣いている子供を暗闇に放置するのと同じです。この時の正解は論理を捨てて保護者になることです。ごめんね、悲しかったねと子供をあやすように背中をトントンしてください。言葉の内容よりも声のトーンや肌のぬくもりが重要です。彼女が十分に甘え、安心チャージが完了すれば、彼女は自然といつもの素敵な大人の女性に戻ります。第1位は完全なる沈黙です。これこそが最も深刻で最も誤解されやすい SOS です。喧嘩をしたわけでもないのに彼女が突然黙り込む。車の中、部屋の中、恐ろしいほどの静寂が支配します。表情は能面のように無表情で、視線は虚空を見つめている。あなたが「どうしたの？怒ってるの？」と聞いても返事がない。あるいはか細い声で「何でもない」というだけ。多くの男性はこれを無視やサイレントトリートメント、沈黙による罰と受け取り、怒りを感じたり焦って質問攻めにしたりします。しかし最新の神経生理学理論であるポリベーガル理論によれば、これは背側迷走神経が優位になった状態、すなわち凍りつきフリーズ反応です。野生動物が天敵に追い詰められた時、死んだふりをして動かなくなるのと同じです。彼女の心の中でストレスや悲しみが許容量をはるかに超え、脳がこれ以上活動すると危険だと判断し、強制的にシャットダウンしているのです。言語を司る脳の領域への血流が低下しているため、話したくても話せない、言葉が出てこない状態なのです。つまり彼女はあなたを無視しているのではなく、心の機能停止に陥っているのです。ここで何か言えよと詰め寄るのは、気絶している人を揺さぶるようなものです。また無理に笑わせようとするのもエネルギーの浪費にしかなりません。この時あなたができる唯一にして最強のアクションは、ただ隣にいることです。英語でホールドスペースと言います。判断もせず解決もせず、ただ安全な空間を確保して待つのです。飲み物をそっと置き、自分はスマホを見るでもなく、穏やかな空気を出して隣に座る。言葉入りません。あなたの心臓の音、呼吸のリズムが彼女の自律神経と共鳴し、ゆっくりと凍りついた心を溶かしていきます。俺はここにいる。君が戻ってくるまでどこにも行かないよ。その無言のメッセージだけが彼女を絶望の淵から救い出すことができるのです。いかがでしたか？今日ご紹介した10のサインは、一見すると面倒くさい行動に見えるかもしれません。しかしその全てが強がりな彼女が必死に発している、愛されたい、助けてほしいというシグナルなのです。彼女が沈黙した時、それは拒絶ではありません。あなたの腕の中で羽を休めたいという魂の叫びです。明日から彼女の強がり
という鎧の下にあるフルエルス肌を見つけてあげてください。そして言葉ではなく態度で伝えてください。大丈夫、俺がついていると。それができるあなたこそが彼女にとって代わりのいない本物のパートナーなのです。マジ恋研究所ではこれからも人間の本能に根ざした本質的な恋愛理論を発信していきます。もしこの動画で少しでも心が軽くなったならチャンネル登録と高評価をお願いします。あなたのそのワンクリックが次の動画を作る大きな力になります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。あなたの恋愛が最高のものになりますように。